皆様こんにちは、セリナです。今回はスックホリデーコレクション2025よりメイクアップキット春夏光飾りをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。スックのメイクアップキットは今年のホリデーの中でも特に注目度が高いですよね。それぞれのパレットを1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介した後に、リキッドチークのパーソナルカラーや質感についてもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にも2025ホリデーコレクションのご紹介はもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スックホリデーコレクション2025。ご紹介するのはメイクアップキット春夏、メイクアップキット光飾り。メイクアップキット春夏はライラックシルク×ソフトマロウ。華やかなライラックの輝きを散りばめた幸福感あふれる光をイメージしたパレットのシグニチャーカラーアイズ149春夏と、青みのあるイノセントなシマーピンク、クールさとキュートさが融合したカラーのデューイーリクイドブラッシュ103スズネのキット。メイクアップキット光飾りはブラッシュシルク×ソフトオスマンサス。温かみのある光に優しく包まれる多幸感を表現したパレットのシグニチャーカラーアイズ150光飾りと、ほんのりと黄みを帯びたぬくもり感のあるシマーローズ、無垢な血色感を頬に宿すカラーのデューイーリクイドブラッシュ104桃雲のキット。それではメイクアップキット春夏からご紹介していきます。まずはアイシャドウパレットです。シグニチャーカラーアイズ149春夏。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。クリアなベースにホワイト、シルバー、ブルー、ピンクの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般に使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンク、同系色のパールが艶めきます。青み、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、ブライトサマー、クールサマーにおすすめ。左下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだピンクパープル。パールやラメは感じないマット質感です。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。右下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ダークなパープルブラウンにブルーとピンクの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらは手元で見た時と同様、まぶたの上でも大粒ラメがしっかり楽しめます。この質は軽めで、ラメのザラつき感などもなく使いやすいです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。多色の大粒ラメが輝きますが、まぶたの上に乗せるとホワイトやシルバーがメインに見えるので、自然に明るさや透明感を加えたい時に使いやすそうだなと思います。この質は軽くてさらりとしているので、まぶたの上でも伸ばしやすく、ラメが溜まることもなくとても使いやすいです。続いて右上のカラーです。こちらは反対に塗っている左上のカラーよりも粉質がしっとりしていて、まぶたにピタッと密着する感じがします。パールのツヤも繊細でとても綺麗です。2色目、単色塗りだとこんな感じです。パレット見たままの明るく淡いニュアンスは保ってくれますが、粉質がしっとりしているからか発色もしっかり楽しめます。同系色のパールが入っているので、角度によって光を放つような絶妙な立体感がとても綺麗です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。
こちらはパールやラメを感じないマット質感です。この質は軽めですが、発色はとてもいいので、しっかりカラーを楽しみたい方におすすめです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。高発色なマット質感で、さらに青みの強いピンクなので、一見難しそうなカラーに感じますが、絶妙にくすみが効いている効果で派手になりすぎずに自然な馴染みやすさも持ち合わせています。スクらしい絶妙なおしゃれなニュアンスがとても可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中でも特に発色がしっかりしています。この質はしっとりしていて、まぶたにピタッと密着するようなタイプです。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。ダークなパープルがしっかり発色するので、目元にはっきりしたコントラストをつけたい方の締め色にも活躍してくれそうです。深みのあるカラーにブルーの大粒ラメがアクセントになっていて、とても可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、シグニチャーカラーイズ149春夏パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはメインのピンクパープルをしっかりのせていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。深みを出しつつもラメが入っている効果で軽やかさが残るところが際立ってきます。この2色で組み合わせても可愛いです。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。絶妙なツヤ感があるので、下まぶたにのせると光を反射してくれてとても可愛いです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後に大粒ラメをかけて華やかさと立体感を出していきます。シグニチャーカラーイズ149春夏パレット全色を使ったメイクが完成しました。青み系のピンクやパープルで揃っているパレットですが、質感や深みに違いがあるので、ワントーンですがメリハリや立体感、奥行きのある目元を楽しめます。全体的に発色もしっかりしているので、はっきりしたカラーを楽しみたいという方にもおすすめです。甘すぎない大人のピンクパープル系に仕上がるところがさすがスクだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いてセットになっているデューイリクイドブラッシュの103すずねをご紹介していきます。デューイリクイドブラッシュ103すずね。パーソナルカラーにおけるとブルベ夏におすすめ。明るく淡いミルキーな青みピンクに微細なパールが艶めきます。青み、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとライトサマー、クールサマーにおすすめ。では実際に肌の上にのせてみたいと思います。一度手の甲に出したものを指に取って、頬の中心から広範囲にぼかすように塗ってみたいと思います。こちらのカラーはかなり淡いので、たっぷりつけてもこんな感じで自然に肌に馴染んでいってくれます。緩すぎず硬すぎない程よいテクスチャーのリキッドで肌に定着するのは早いですが、ぼかしやすさもあってとても使いやすいです。はい、こちら側半分に塗ってみました。手に取ったものを何度かしっかりと塗り重ねましたが、重ねていっても発色が強くなりすぎることがなく、淡くて柔らかいニュアンスを保ってくれるので、強いカラーのチークが苦手な方や、アイシャドウやリップをメインにしてチークを引き算したい時にも活躍してくれそうなカラーだなと思います。緩いテクスチャーではないので、リキッド自体のツヤ感は控えめですが、中に微細なパールが入っている効果で、顔を動かすとこんな感じで、絶妙なツヤと立体感を楽しめます。ただ、近くで見てもこんな感じで、パールが大きすぎないので、毛穴が悪目立ちしないところもすごくいいなと思います。カラーは重ねていっても毛穴に溜まることなく、すごく優秀なテクスチャーだなと感じました。少し時間を置くと、表面のベタつきは全く気にならないので、肌に定着しやすく、ベタつきが残らないタイプのリキッドチークが好きという方にすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じでメイクアップキット春夏を使ったメイクが完成しました。アイシャドウが比較的高発色でしっかり青みピンクカラーを楽しめるので、チークで程よく引き算されていてすごく使いやすいセットだなと感じました。可愛らしさと大人っぽさを同時に楽しめるところがとても綺麗です。引きで見るとこんな感じです。
続いてはメイクアップキット光飾りをご紹介していきます。まずはアイシャドウパレットです。シグニチャーカラーイズ150光飾り。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、イエベ春におすすめ。クリアなベースにブルーとゴールドの大粒ラメがきらめくラメカラー。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るい色が得意な方のラメアクセントに使いやすいです。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るい黄身ベージュにゴールドのパールと微細ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般の仕込みカラーに使いやすいです。左下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだ明るいオレンジ。パールやラメは感じないマット質感です。黄身が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ウォームスプリング、ウォームオータムにおすすめ。右下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。ほんのり黄身ニュアンスのブラウンに、シルバーやブルーの大粒ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、深みやコントラストが得意なイエベ秋、ブルベ冬の締め色ブラウンに使いやすいです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきたいと思います。まずは左上のカラーです。こちらはパレットで見るとブルーのラメカラーに見えますが、肌の上にのせるとクリアなベースにブルーとゴールドのラメがだいたい同じくらい輝きます。透明感と華やかさが同時に楽しめてものすごく可愛いです。1色目単色塗りだとこんな感じです。透明感たっぷりのブルーと華やかで大人っぽいゴールドラメが同時に楽しめます。粉質は軽くてさらりとしているのでラメが溜まることもなく使いやすいです。続いて右上のカラーです。こちらは反対に塗っている左上のカラーとは対照的にかなりしっとりしていてまぶたにピタッと密着するような粉質です。肌の上にのせるとより黄身がしっかり出てきます。2色目単色塗りだとこんな感じです。黄身の強いクリームカラーに発色します。自然にまぶたを整えるベースとしてはもちろん、ナチュラルにアクセントをつけたい時のハイライトカラーとしても使いやすそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは粉質はさらりとしていて軽いですが、発色はしっかり楽しめます。パレット見たままのオレンジカラーがまぶたになってくれます。3色目単色塗りだとこんな感じです。比較的高発色ではっきりしたオレンジカラーですが、絶妙にくすみのニュアンスが効いているおかげで、子供っぽくなりすぎないオレンジに発色してくれてすごく絶妙です。くすみをバランスよく入れてくるのがスクらしいカラーだなと思います。最後、右下のカラーです。こちらはかなりしっとりしていて発色もしっかりしているタイプです。ブラウンのベースもつきつつ、大粒のラメも同時に塗ってくれて、ものすごく可愛いです。4色目、単色塗りだとこんな感じです。ブラウンのベースに寒色系の大粒ラメがきらめくので、目元をしっかり引き締めながらも同時に透明感も演出してくれるところがものすごく絶妙です。深みカラーのベースに大粒ラメが輝くタイプのアイシャドウがお好きな方には、ぜひチェックしていただきたいです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、150光飾り、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回はこの絶妙なオレンジをメインに使っていきます。続いて、右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。マットの上に重ねるとよりこの締め色のラメが際立ちます。寒色系のラメでオレンジの黄身の印象を和らげてくれるので、この2色も相性抜群です。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは肌なじみのいいカラーで自然にツヤをプラスしておきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ブルーとゴールドの大粒ラメでさらに華やかにしていきます。はい、150光飾り、パレット全色を使ったメイクが完成しました。こ
今回はオレンジをメインにメイクを仕上げましたが、程よくくすみ感があって大人っぽいオレンジカラーなのと、締め色のラメブラウンや大粒ラメのアクセントカラーと組み合わせると、オレンジニュアンスのベージュブラウン系メイクに仕上がってとても可愛いです。オレンジカラー初挑戦の方や派手な印象にはしたくないけれど程よく遊び心も取り入れたいという方にかなり使いやすいんじゃないかなと思います。個人的には締め色のラメブラウンの立体感と深みを同時に出してくれるところがとても可愛くて好きです。着てみるとこんな感じです。ではセットのデューイリクイドブラッシュ104ももぐもをご紹介していきます。デューイリクイドブラッシュ104ももぐも。パーソナルカラーに受けるとイエベ春、イエベ秋におすすめ。鮮やかな黄身ロースに自然なパールが艶めきます。黄身が得意な方、イエローベース全般に使いやすいです。先ほどと同様、一度手の甲に出したものを指に取って頬の中心から伸ばしていきます。春夏のキットにセットされている103よりも発色がかなりいいので、こちらは少量ずつをタップするようにぼかしていく方が塗りやすいかなと思います。じわっとした血色感が出てとても可愛いですね。はい、こちら側半分に塗ってみました。104ももぐもはカラー自体が鮮やかなのもありますが、やはり発色がかなりしっかりしているので、少量ずつをのせていく方が綺麗にグラデーションが作れるなと思います。血色感をしっかりアップさせてくれるチークがお好きな方や、チークをメインにしたい時にも使いやすい印象です。近くで見るとこんな感じです。のせる量の違いも関係しているとは思いますが、103と比較をすると、こちらの方がパールが控えめな感じがするので、より毛穴や凹凸が目立ちにくい感じがします。はい、こんな感じでメイクアップキット光飾りを使ったメイクが完成しました。アイシャドウパレットはオレンジのイメージが強いですが、全色を組み合わせるとかなり取り入れやすい上品なカラーメイクに仕上がります。その分チークはしっかり血色感を与えてくれるので、目元とチークのバランスがとてもいいなと思いました。上品だけれど遊び心のあるメイクを楽しみたい方におすすめです。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じでスックのホリデー限定メイクアップキット2種類をご紹介していきました。それぞれのキット、アイシャドウの可愛さはもちろんですが、こちらのリキッドチークの質感がものすごく優秀だなと思いました。大人っぽいカラーメイクを楽しみたい方にぴったりなアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。